今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。皆さんは自分の生まれ育った土地にどれほどの秘密が埋もれているか考えたことがありますか？私たちは日々の喧騒に紛れ、足元の土の下に眠る忌まわしい過去や忘れ去られた存在の囁きに耳を傾けることは少ない。しかし時にその囁きはひっそりと、そして確かな足取りで私たちの日常に忍び寄るものです。今宵私が皆さんに語り聞かせるのは、まさにそんなとある町の深淵に秘められた恐ろしい物語。それは私自身がその町の出身者として肌で感じてきた異様な空気、そして今もなおその闇が息づいていることを示す戦慄の報告です。私が育った故郷、その町の片隅にひっそりと佇む古びた神社がありました。幼い頃、そこは子供たちの格好の遊び場であり、陽光が降り注ぐ昼間は何の変哲もないただの鎮守の森だったんです。しかし日が傾き、夕闇が帳を下ろし始めると、神社の木々はまるで生き物のようにざわめき、その奥に潜む何かの存在を私たち子供に意識させたものです。特にその神社の主とでも呼ぶべき存在、祀られている神の名を知ったとき、私は背筋に冷たいものが走るのを感じました。から殺し、奇妙な響き、一度聞けば忘れられない。しかし他では決して耳にすることのないその不気味な名前、それはまるで血の底から響いてくるかのような暗く、そして血生臭い響きを帯びていました。このから殺しという神は、私たち地元民の間だけでひっそりと語り継がれる特殊な言い伝えに基づいているらしいんです。だからこそ、一歩でもこの町を出れば、その名を知る者など皆無。まるで秘密結社の富豪のように、地元の人々の間でだけ、その存在はまことしやかに囁かれ、畏怖の対象となっていた。なぜそのような不気味な名前の神が、この地に祀られることになったのか。その経緯には、想像を絶するほど忌まわしい事件と、人の理解を超えた、神秘的とも、あるいは冒涜的とも言える出来事が深く関わっているそうなんです。私は子供ながらに、その話の端々に触れるたび、言いようのない寒気を覚えていました。その話は遠く、鎌倉時代にまで遡ります。時は元寇に揺れる混沌とした時代。人々の暮らしは貧しく、閉塞感に満ちていたと聞きます。そんな厳しい時代の中、この小さな村に一人の若者がいたそうです。彼は村人たちから、それはもう激しく嫌われていたと言います。その嫌われようは生半可なものではなかった。彼は昼夜を問わず、自分の自慢話を繰り返し、誰彼構わず話しかける。彼の言葉のほとんどは虚言、つまり嘘だったと伝えられています。しかし嘘と分かっていても、毎日毎日延々と聞かされ続ける自慢話と傲慢な態度に、村人たちの苛立ちはついに頂点に達したと言います。それは鬱屈した感情が凝り固まり、もはや理性の他が外れる寸前の危険な状態だったでしょうね。村には不穏な空気が満ち始め、誰もがその若者の存在に深い疲弊と、そして言いようのない憎悪を募らせていったんです。私もその話を聞くたびに、もし自分がその時代の村人だったら、と考えてしまい、背筋が凍る思いでした。人間の集団心理の恐ろしさ。それは時として、想像を絶する暴力へとつながるのだと。そして、ある漆黒の夜。それは、まるで村人たちの積年の怨嗟が具現化したかのような、恐ろしい一夜でした。耐えかねた村の男たちは、まるで示し合わせたかのように、一斉に若者の家に押しかけたのです。その顔は、怒りと肉汚で歪み、普段の温厚な村人の面影はどこにもなかったと、彼らは、眠っていた若者を荒々しく引きずり出し、怒号とともに、感情に任せた暴力を振るい始めたんです。殴り、蹴り、
そして鋭利な刃物で何度も何度も彼を刺した。まるでこれまで積み重ねてきた鬱憤を全てその肉体にぶつけるかのように。そしてその暴行は想像を絶する凄惨な結末を迎えます。若者の生気を切り取るというまさに人倫にもとる行為。それは彼の傲慢な虚言に対する村人たちの究極の報復、あるいは彼から人間性を奪い去ろうとする残虐な意志の表れだったのかもしれません。凄惨な暴力の末、若者はついに息絶えました。血に濡れ、絶命した彼の姿を前に、それまで響き渡っていた怒号や悲鳴は、嘘のように静まり返ったと言います。まるで嵐が去った後の海のように、裏には不気味なほどの静寂が訪れた。そして、その静寂の中で、村人たちは一様に安堵の表情を浮かべたというのです。それは、忌まわしい存在から解放されたことへの純粋な安堵か、それとも、罪を犯したことへの諦めにも似た、うつろな表情だったのでしょうか。いずれにせよ、その夜、一つの命が村人たちの手によって、無残にも奪い去られたのでした。しかし、彼らはまだ知らなかった。この静寂が、真の恐怖の序章に過ぎないことを。若者の死後、村には、穏やかな日々が戻るかに見えました。しかし、それは束の間の幻影に過ぎませんでした。間もなく、村は新たな、そして、より深刻な恐怖に直面することになるんです。若者の死から数日後、村の子供たちに奇妙な病が次々と襲いかかり始めたと言います。まるで悪意を持った何かが幼い命を蝕むかのように、最初に現れた症状は、顔に現れる、性病を思わせるようなおぞましい発疹でした。赤くただれ、見るも無残なその発疹は、子供たちの純粋な顔を歪ませ、親たちの心を深くえぐったでしょう。しかし、恐怖はそれだけでは終わりませんでした。発疹が現れた後、どの子も苦しむ暇もないほどの速さで、あっという間に命を落としていったんです。まるで何かに引きずり込まれるかのように、次々と幼い魂がこの世を去っていく。村中に子供たちの死を悼む悲鳴と、不吉な予感が満ち溢れました。私も子供の頃、この話を聞いて、夜中に自分の顔を触って、発疹が出てないか確認したものです。それほど子供心に、この話はリアルな恐怖として迫ってきました。村人たちはすぐに悟ったそうです。これはあの若者の怨霊によるたたりだと。彼を無残に殺めたことへの明確な報復なのだと。得体の知れない恐怖と、自らが招いた業の深さに震えながら、村人たちは藁にもすがる思いで、村の神主に相談しました。神主はこの未曾有の災厄を鎮めるため、ある提案をします。それは、若者の怨霊を鎮魂し、村に平穏を取り戻すために、古来より伝わる、ある神に祈りを捧げる儀式を行うというものでした。その神こそが今もなお、この地に祀られている唐殺しだったのです。神主の厳かな儀式が執り行われました。村人たちはひたすらに祈り、この災厄が去ることを願ったでしょう。そして、祈りが捧げられた数日後から、奇妙なことが起こり始めたというのです。村の子供たちは、皆同じ夢を見始めたと。それは、それまで経験したことのない不思議な、それでいてどこか心地よい夢でした。夢の中に現れた唐殺しは、恐ろしい姿ではなく、まるで慈愛に満ちた母親のような温かさで、子供たちを優しく包み込んだと言います。その存在は、幼い魂の奥底に救っていた恐怖や苦痛を、ゆっくりと、しかし確実に溶かしていくかのように、子供たちの心を癒していった。そしてそれ以来、村を襲っていた奇妙な病は、嘘のように消え去り、子供たちの死も止みました。若者の怨霊によるたたりは、ついに収束したと、村人たちは安堵の息を漏らしたのです。私もこの話のこの部分だけは、なぜか温かい優しい気持ちになるんです。まるでそこに救いがあったかのように。しかし、その温かさの裏にこそ、真の闇が潜んでいると、後に知ることになるのです。唐殺しにまつわる最も不穏な言い伝え。
それは、その神が抱える異様で歪んだ愛情の話です。一説によると、カラコロ氏はかつて人間だった頃に、自らの弟を死なせてしまった過去があると言われています。その深い後悔と、取り返しのつかない喪失感が、彼女の魂を歪ませ、特定の対象に異常なまでの執着を抱かせるようになったのかもしれない。それ以来、彼女は特に小さな女の子や、兄を持つ男の子を好むようになったと伝えられています。まるで失われた弟や、自らが守れなかった幼い存在の代わりを求めているかのように。この話を聞いてから、私は兄を持つ男の子や、小さな女の子が、この神社に近づくのを見るたび、胸騒ぎがしたものです。若者の怨霊を鎮め、村に平穏が戻ったかに見えたのも束の間でした。やがて村では再び、奇妙な事件が相次ぐようになったんです。それは、子供たちの失踪事件。しかし、以前のような明確な悲劇ではなく、より巧妙で、そして不可解な形を伴っていました。子供がある晩、忽然と姿を消すのです。親たちは狼藉し、村中が騒然となる。しかし翌朝になると、その子供は何事もなかったかのように自宅に戻ってくるんです。戻ってきた子供たちは、皆共通して楽しかったと語りました。どこに行っていたのか、何をしていたのか、具体的には何も話しません。ただ満面の笑みを浮かべ、まるで夢から覚めたかのように、ひたすら楽しかったと繰り返すばかり。そのため、村人たちは、この奇妙な失踪事件を深刻なものとして受け止めなかったそうです。子供たちのいたずらや、寝ぼけてどこかへ行っただけと安易に解釈し、その背後に潜む得体の知れない闇に目を向けようとはしなかったのです。それは、平穏を求めるあまりの無意識の選択だったのかもしれません。しかし私はこの話を聞くたびに、その楽しかったという言葉の裏に何か計り知れない恐怖が隠されているような気がしてなりませんでした。しかしその平穏は、ある日突然打ち破られます。いつものように子供たちが姿を消した。その翌朝、なんと5人の子供が二度と村に戻ってくることはありませんでした。兄を持つ男の子が2人、そして3人の女の子が、忽然と文字通り煙のように消え去ってしまったんです。それまで楽しかったと言って戻ってきた子供たちとは異なり、彼らは永遠に帰らなかった。村中は総力を挙げて捜索を行いました。大人たちが必死に森を、山を川を探し回ったでしょう。しかし、どんなに探しても、5人の子供たちの手がかりすら見つからなかったのです。それは、まるで初めから存在しなかったかのように、完璧に消え去ってしまった。それでも不思議なことに、その5人の子供たちの失踪事件以降、新たな被害は止みました。その後子供たちが夜中に姿を消して、翌朝戻ってくる、という奇妙な現象もピタリと止んだのです。それは、まるでカラコロ氏が、自らの歪んだ愛情を満たしたかのように。やがて時が経つにつれて、村人たちは、この恐ろしい事件を、次第に忘れ去るようになりました。人間の記憶は、都合よく上書きされるものです。そして、5人の子供たちの親たちも、希望を失い、捜索を断念するしかなかったのです。彼らの心に、どれほどの深い傷と諦めが刻まれたことでしょう。この話を聞くたびに、私は自分の胸が締め付けられるような、そんな感覚に襲われます。大切な人を理不尽な形で失う悲しみは、どれほどだっただろうか、と。それから数十年の時が流れました。5人の子供たちの失踪事件は、もはや村の子郎たちが稀に口にする遠い昔の出来事となり、若い世代にとっては、都市伝説のような現実味のない話となっていたでしょう。しかし、その記憶が風化しつつあった頃、信じられないような出来事が起こったのです。村の男が、仕事で遠方の町を訪れた際のことでした。偶然にも彼は、かつて村から忽然と姿を消した、あの5人の子供たちと再会したというのです。彼らは、もう幼い子供ではありませんでした。
皆成人し、見知らぬ町で暮らしている。しかし、その再会は、決して感動的なものではなかったと聞きます。彼らには、かつての村での記憶が一切なかったのです。まるで、記憶を根こそぎ奪われたかのように、自分たちが育った場所も、家族の顔も、何もかも覚えていない。そして、彼らは皆、精神疾患を患った大人として、社会の片隅で、ひっそりと暮らしていました。その瞳には、かつての子供らしい輝きはなく、ただ、うろな光が宿っていたと言います。この話を聞いたとき、私は鳥肌が立ちました。死んでしまった方がまだマシだったのではないか、と、恐ろしい考えが頭をよぎったほどです。5人が何を体験したのか、どこで過ごしたのか、そしてその精神を蝕んだものが何だったのか。それは今もって、謎に包まれたままです。彼らが戻ったという事実は、しかし、同時にカラコロ氏の言い伝えが、決してただの物語ではないことを、村人たちに、そして私に、改めて知らしめることになったのです。彼らは、文字通り、存在の一部をカラコロ氏に奪われてしまったのでしょうか。あるいは、あの時、連れ去られた場所で、何かを見てしまったのかもしれない。その何かが、彼らの精神を永久に蝕んだのだとしたら、それはどれほど恐ろしいことでしょう。想像するだけで、ゾッとします。これが、カラコロ氏にまつわる言い伝えのすべてです。闇の中に隠されてきたこの町の、そしてこの神の恐ろしい真実。しかし、私が今、皆さんにこの話を持ち出したのには、もっと切迫した個人的な理由があります。なぜなら、このカラコロ氏の伝説が、再び現実の事件として、私たちの目の前に現れたからです。つい先日、また新たな犠牲者が出たんです。それも、私の友人、幼い頃から苦楽を共にしてきた大切な友人の可愛い弟でした。彼の名前は、篠井雄太郎。まだあどけなさの残る純粋な少年でした。友人は、弟が失踪したことに気がつき、すぐに警察に通報しました。しかし、今のところ、警察からは何の手がかりも得られていないと言います。まるで、あの数十年前の事件が、再び繰り返されているかのように、篠井雄太郎くんは、忽然と姿を消してしまったのです。私は、友人の悲痛な叫びを聞いて、すぐにこのカラコロ氏の言い伝えが頭をよぎりました。あの時、消えてしまった5人の子供たちと同じように、雄太郎くんも、そう思うと、体の芯から震えが止まりません。警察は、子供の単独行動や、事故の可能性を視野に入れているようですが、私は、それがあちらの世界に連れ去られたのだと確信しています。あの伝説が、今再びこの町で息を吹き返している証拠だと。このカラコロ氏の言い伝えを、私は以前から知っていました。しかしまさかそれが、自分の大切な友人、そしてその家族に再び降りかかるとは、夢にも思っていませんでした。失踪した子供たちが戻ってきたとしても、彼らの精神が蝕まれているという事実。それを知っているからこそ、私たちは、篠井雄太郎くんに、同じような悲劇が訪れることを何としてでも避けなければなりません。だからこそ、私は、この場で、皆さんに懇願します。もしこの話を聞いて、少しでも心当たりのある方、あるいは、この篠井雄太郎くんの姿をどこかで見かけた者がいたら、どうか、どんな些細な情報でも構いません。彼のことを私、あるいは私の友人に知らせてほしい。彼の情報が私たちに届くことを心から願っています。そして最後に、私から皆さんに、一つだけ忠告させてください。もし皆さんの住む町に、あるいは訪れた先に、どこか不気味な、しかし、なぜか引きつけられるような、古びた神社があったな。そして、もしその神社の祀られている神の名が、この世のものとは思えないような、奇妙でそして耳慣れない響きを帯びていたなら、どうか深入りはしないでください。その奥には、人が踏み入れてはならない、深い闇が潜んでいるかもしれません。
特に幼い子供を持つ親御さんたち、どうかお子さんから目を離さないでください。そして子供たちが夜中に奇妙な夢を見た、あるいは夜中にどこかへ出かけていたなどと話した際には決して軽んじないでください。彼らの純粋な魂は我々大人が想像する以上に不可思議な存在にたやすく誘われてしまう可能性があります。唐殺しの伝説は決して過去の物語ではありません。それは今もなお私たちの日常のすぐ隣でひっそりと、しかし確実に行き着いているのです。この恐ろしい伝説がこれ以上誰かの人生を狂わせることがないように、ただ篠井雄太郎くんが無事であることを私は心から祈るばかりです。そしてこの私の語りが皆様の心にこの闇の存在を深く刻みつけ、何かしらの継承となることを願って、今宵の会談はここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を